こんにちは、増田です。今日はですね、社会のサステナブルデザインっていうか、社会をデザインするっていうことについて少し考えてみたいと思うんですね。最近、世界的にも、いよいよ気候危機の問題とか生物多様性の問題とか真剣に議論されるようになってきて、で、環境の問題っていうのは多岐にわたりますから、それぞれにフォーカスしていろいろ話をする。それはいいことなんですけれども、私はどうしても気になることがあって、それは、例えばエネルギーの問題であればですね、石炭とかで発電するのやめようとか、石油よりは再生可能エネルギーをどんどん使おうとかですね、中には、原子力発電もこの際必要なんじゃないかとかですねいろんな議論があるんですけども、そのほとんど全てが今の世界の今の社会の、日本で言えば今の日本の社会の電力需要を満たすだけの電力をどうやって供給するか、発電するかっていうことに終始してるんですね。でこれは分からないことはないんです。生活もそうですけども、産業が、大変多くのエネルギーに依存しているわけですから、でそれが供給されないと産業が危機に陥ると。で、経済が回らないということがあったりですね、あるいは食料の問題もそうですね。で食料の問題がいろいろ議論されるんだけど、結局ウクライナの問題にしても、世界で供給元が断たれるとですね、食料不足が起きると。で、それがいろんなところに波及していくっていうのは、もう日々、分かってきていることなんですけども、それについてもですね、で本当にそれだけの例えば穀物が必要なのかどうか、もっと別の資源の使い方あるんじゃないかということについてはほとんど議論されてないんですね。仕方ないって言えば仕方ない、今日はその話が先行するっていうのは仕方ないんですけども、それと並行してですね、今後そのグローバルなスケールで見ても、あるいは日本っていう国の中で見ても、あるいはそれぞれの家庭の暮らしの中で見ても、現状あるいはそれ以上の消費を続けるということができるんだろうかと。で、答えはおそらくはっきりしていてできないんですね。できないから、それをどうしようかっていうことを考えるのが先行されるべきなのに、実はそこの議論が全くなくて、じゃあその足らない分をどうしようか。で、環境を悪化させないために別の手段はないか。で別の手段を開発してなんとか今の需要を満たそうというふうになっちゃうんですね。でこのことは私からするとですね、もうずっと議論されてきていることがいまだに全く解消されてないっていう、そういうふうな気がするんですね。でいろんな技術があって、いろんなそのビジネスがあって、それでそれぞれが何とかしようとしている先にですね、一体どういう暮らしがあるのか、どういうふうにみんな生きていったらいいのかっていう、そのモデルがないとですね、今話していることを満たすべき需要というのがですね、本来必要な需要なのかどうかっていうことも分からなくなってしまうんですね。ということで、私は今こそ一体じゃあ我々はこの先ですね、例えば何年でもいいんです、10年先、20年先、50年先、どういう暮らしをしていきたいのか、どうやって生きていきたいのか、あるいは生きていけるのか、ということをまず考えて、でそれに対して、いいねとみんなが思えるんであればですね、場合によってはどんどん削減をするとかですね、その質を変えていくということを行っていくべきだと思ってるんですね。で問題はじゃあどういう暮らしするんだっていうことに全く議論がなされてないということ、それについてデザインっていう考え方、あるいは手法、
技術、哲学なんと言ってもいいんですけども、デザインを持って、未来の社会を形作ってみる、姿を現してみるということをすべきだろうというふうに思っています。で実は我々はそれをすでに過去やってるんですね。でここにあるのは私たちが、もうだいぶ前ですけれども2025年を想定してですね、考えた日本の暮らしなんですね。エコイノベーションで実現するサステナブルライフスタイルというタイトルがついていますけれども、これは私どもたちがやっていたサステナブルデザイン国際会議のワークショップのまとめ、第2回の会議のまとめになっています。2007年に作られたものなんですけども、でここで、いろんな議論を経て、実はこれに先立って10年間ですね、科学技術的にいろんなそのエビデンスを集め、そして、技術をまとめてきたプロセスがあるんですけども、それにのっとって非常に長い絵巻物を作っています。これは後でご覧いただけると思うんですけども、で、それをちょっと見ていきたいんですね。で今からですから、もう何年前なんですか、2007年というと18年前ですかね。もう20年近く前に考えた2025年、これはもうすぐですね、3年後、の社会の姿なんですけども、まず最初に出てくるのが食料自給率 100% の国づくり。でこれはですね、真っ先にまず解決しなきゃならない問題だと我々は考えました。で日本はそれ以降もどんどん自給率が少なくなってきて、今はもう 30% 台ですねで終始してるんだけども、これもその測り方によっていろいろなんですけれども、例えば今私がいるこの宇部市という、山口県の宇部市という地方都市ですけれども、ここは全国平均の食料自給率、例えばカロリーベースで30数%よりもはるかに低いんですね。半分ぐらいかな。でそれはなぜなのかっていうと、いろんな理由があるんだと思います。ですから日本中いろんなところでいろんな条件が違うんだけど、どこへ行っても言えることは、その食料自給率についてですね、真剣に考えていないということなんですね。これは同じことを山形県でやるとですね、130% ぐらい自給率がいってるんですね。で全体としてはさっき言ったように60数%を輸入に頼っているという状況が生まれていて、でこれはもう本当に文字通り死活問題なんですね。これから国がどう、やっていけるか。年初のテレビの NHK のインタビューに答えて、年末だったかな、いろんな人が、これからの世界について考えていたわけですけれども、辺さんがですね、有名な経済学者ですね。で彼が日本はどうしたらいいのかっていうことに対して、真っ先に言ったのが、まず農業、食料自給率があまりにも低いから農業人口を増やして農業を改革していくということを言っておられました。でその先にですね、非常に面白いサジェッションをしてくれていて、雑草と昆虫を食べることを考えるべきだと真面目に言ってたのが非常に印象的でした。ここにはいろんなこと書いてありますけども、要はその食料自給率があまりにも低すぎる、それを圧倒的な技術力とですね、それからそれに関わる人口を増やすことによって、みんながちゃんと食べていける社会を作ろうということが第一番ですね。で2番目がですね、エネルギーの問題です。でこれはここには再生可能エネルギーの比率を可能な限り高めるというふうに書いてあるんですけども、エネルギー問題について言うとですね、さっき冒頭にも言ったように、日本が一体どれだけのエネルギーを必要とするのか、でそれを電力に換算しようとしますけれども、果たしてそれで本当にいいのかどうか、全てが電力で賄えるようになるということは実は非常に危険なことだっていうのは、もう今ウクライナでも起きていることでお分かりの通りですね、電源を断たれると全てが止まってしまうんですね。でそれは非常に危険なことですから、
だからエネルギー源が多様であるということだとか、あるいはそのいろんな形でリスクを分散させることができなければいけないと思うんですけども、エネルギーをどうするかという、でこれがまた非常に大きな問題ですね。地域のカーボンオフセットを求めて、これは先ほどの、山形県の例を出しましたけれども、日本も小さな島国ですけれども、それでも気候が多様であって、地理的にもいろんな違いがあるわけですから、でその条件の中で一体どういうふうにものを作り、そしてそれを供給していくかということを考えて、そこでの炭素の排出量をですね、うまくバランスしてみんなで分け合って支えていくというやり方ですね。でそれはもうできると思います。それから建築のゼロエミッション、これは盛んに言われていることですけれども、建築で言えばですね、私が、申し上げたいのは、例えば今木造というのは非常に注目されていて、で森林資源を活用することによって炭素を固定化できると。で全くその通りなんですけれども、実はそれ以前にですね、日本の森、国土の70数%を占めている森林の森の資源そのものが実は人間が使いやすいものに変えられてるんですね。で私はそれがもうその木の畑だというふうに考えてるんですけれども、そうなるとですね、その自然そのものが開始されてしまっている、すでにね。でそれをどんどん続けていくことによって、人間が使いやすい材を山が供給するということ、これからも開発として続けていくとするとですね、これは自然との間で必ず大きな問題が生じてくるというふうに思うんですね。ですからここでいう建築というのは、いろんな素材の問題を含めますけれども、一体我々がどこまで例えば高層化を図る必要があるのかとかですね、都市化を進める必要があるのかとか、いろんな問題がここにはあると思うんですね。そして、次は移動の問題ですね。これは今 EV で盛んにも言われていることですけれども、ここも非常に重要なことがあって、どうしてそんなに動くのかということなんです。だからこれだけ動くんだからこんだけエネルギーが必要で、そのエネルギーをどうやって手に入れるかっていう話に終始してるんですけども、そうではなくて、そんなに動く必要はなかろうという前提に立ってですね、動かない、国土づくり、動かない町づくり、動かない産業づくり、これはその代わりに電力が増えるとかいろんなことが出てきてしまう可能性があるので、十分注意しなきゃいけないんだけども、活動を少しスローダウンすることによってですね、一体どういう暮らしが、どういう社会ができるのかということを考えるべきだと思うんですね。でエコプロダクツの問題があります。で商品、製品ですね、これはいわゆる作る責任、使う責任という言い方をされたりしますけれども、どういう商品がいいんだと。プラスチックのストローをやめて紙にするか、いやそうじゃなくて竹を使ったらいいんじゃないかといろんな話がありますけれども、そもそもストローをいらんだろうという議論になかなかならないんですね。ですからここは非常に微妙で、要するにそれを作ってるメーカーにしてみると、そのものが、売れなければ、使われなければ企業成り立たないわけですから、だから一生懸命になるのは分かるんですけれども、実は我々はですね、本当に必要なものを作っているのかと、本当に必要なものを、作って使うことで産業が回っているのか、経済が回っているのかということを考えるとですね、おそらく大きな転換期がやってくると思います。でデザインというのはまさにそこにぴったりはまってるわけですね。で誰もが働ける社会を目指す、これはインクルーシブの問題もあるし、あるいはその働き方の問題もあるし、いろいろあるんですけれども、要はですね、みんながみんな社会的になって働かなければ持たない経済活動、社会の構造というのにいかがなものかということを問うていかなければいけないと。だからみんなが働くっていうのは今必死になって働くというんではなくてですね、いい具合に働いていい具合のお金を
を作っていい具合に暮らしていくっていう、そのいい具合加減をですね、どこに探していく、求めていくのか、でそれをみんなでこうそんなに大きな差がなくやっていけるようにするにはどうしたらいいのかということが問われているわけです。で情報アクセス、これは重要ですね。で私は環境問題の多くの部分は情報の問題だと思っていて、で、人のそのメンタルの問題もそうですし、いろんな意味での政策もそうですけども、情報がきちんとシェアされて、そしてそれに対してきちんとレスポンスができるという状態ができないとですね、民主主義はダメになってしまうわけで、そのことが今まさに問われているし、それによってこう見えてくるものがあるので、そこをきちんと対応していくことが必要なわけですね。で教育の問題、これも実は非常に重要で、生涯学べる教育環境ということなんですけども、一つはその生涯教育の問題もありますが、あとはですね、均一な同じ知識をみんなが、国民の全員が得る機会が作られるとはいいことです。ただし、それをみんながしなければいけないということについては非常に疑問があります。だから、それぞれの個々のその子どもたち、あるいは大人も含めてですけれどもが適性を伸ばせるようなね、そういうその教育のプログラムというのが作られなければいけないし、でそういう意味では日本の場合は特に文部科学省を中心とした全国のその基準作りみたいなことをですね、もう今一つ考え直して見る必要があると思うんですね。でオルタナティブな教育というのはいっぱいあるわけですから、世界中には。でそれを学ぶ機会だと思います。これは言語も含めてですね。でレジャーにまでですね、マイナスインパクトっていうのを考えてるんですね、この当時から。ですからみんなで遊びに行くのはいいけれども、なんかテーマパークに行ってわーってすごいエネルギー使って乗り物に乗って、映像を見て音楽を聴いてっていうエネルギー消費型のレジャーではなくて、どっかに行って何かをするとそれが環境にとってもいいことだっていうようなことを、端的に言えば沖縄なんかでね、みんなでお金払ってバッグを買って、それにゴミを拾ってビーチクリーニングをするみたいなそんなものはあるかもしれない。もっといろいろ考えられると思うんですね。そして、それがうまくいけばなんていうのかな、日本のインバウンドの性質も変わってくると思います。それから国民総幸福量とこれは言ってますけれども、要するに GDP に代わる、算出法ですね、生活の質、クオリティ、豊かさみたいなものを何で測るのかということをもう一度きちんと、考え直してですね、我々はかなり昔からそういうことを考えてきているわけですから、もう一度やってみたらどうかなと思います。で経済を脱物質化させる、これもすごく重要で、経済活動っていうのは必ず何らかの形で資源消費に結びついているっていう現状をですね、変えていくには一体どうしたらいいかっていう大きなテーマだと思うんですね。で、あとはですね、ますます本質的なことになります。で命ですね、生命こそプライオリティナンバーワン。命を大切にするということはどういうことなのかということをですね、みんなで考えていく必要があるわけですね。で命って一人一人全てに平等にあるという言い方しますけど、実は違う命がそれぞれ、授かっているわけですね。ですからその違いをどう認めていくのか、尊重していくのかということを考える必要がある。で、自然と共に生きる、これも日本という国は非常に不思議な国で、世界でも自然が豊かな状態で残っていると言われながらですね、人々が自然にアクセスしてないと。全然自然はどっかにあって、景色は見て楽しむけどそこに入っていかないというその不思議な国民だとよく言われますけれども、もう一度その自然と一緒に生きていくということをきちんと考えていくとですね、おそらくさっきのレジャーとも絡みますけども、全く違った価値観が生まれてくるし、そこに文化が生まれてくると思うんですね。で最後はまさに文化の話ですけれども、我々が昔から持ってきている言葉の中にですね、あるいは仕草の中にいわゆるエコだとかサステナブルだとか言われるそんな言葉は使わないけど、それに直結しているようなことがいっぱいあるんですね。でそれをもう一度再評価して、
どういう国にしていきたいのか、どういう暮らしをしたいのか、どういう価値観をみんなで共有しようかっていうようなことを考えていく必要があると思います。でこれからはですね、さらにもっと先、これから10年後20年後30年後あるいは50年後、100年後にですねどういうふうに我々は暮らしていくべきかということを、考えて、でそれを具体的な姿に、してみるという作業をして、でそれをみんなで検証し、それならそういう方向でいこうかということを考える、でそういう作業をするべきだと思いますね。改めてこれを続けていくことを提案したいと思います。以上です。ありがとうございますだ。